町の人へ典型を与え、資源採集を 35% 早める。増えた資源で足の速い歩兵を前へ出す。上手では戦意物を金と防御へ変える。帝王では黒騎馬兵か強い建物で決着を狙う。この流れを作る文明が神聖ローマ帝国です。ただし、高位聖職者を出せば内政が自動で完成するわけではありません。現行パッチの上位5試合では5試合全てが戦士育成者となる槍兵を用意しました。経済を加速した後、何の兵へ変えるか、そしていつ戦意物を取りに行くか、この2つの判断から神聖ローマ帝国を見ていきます。神聖ローマ帝国の強みは3つあります。1つ目は高位聖職者による経済の加速、2つ目は早く動く歩兵と領主から使える初期軍兵、3つ目は戦意物を金収入と防御力へ変える仕組みです。これらを別々のボーナスとして覚えると使う順番を見失います。まず経済を加速する。次に敵が出す兵や歩兵を揃える。上手へ進めたら高位聖職者を戦意物へ動かす。持ち帰った戦意物を収入か前線防御へ配る。経済、歩兵、戦意物を一つの循環にするとこの文明の判断が見えてきます。高位聖職者は暗黒から使える非戦闘の支援ユニットです。金100、育成20秒。町の人へ典型を与えると30秒間資源を 35% 早く集めます。村人は資源を 40% 多く運べるため納品へ戻る回数も抑えられます。大事なのは町の人の人数だけでなく高位聖職者が何人を典型できる位置にいるかです。食料だけを急ぐなら羊や畑の近くへ置く。領主進化の金を急ぐなら食料と金を行き来できる位置へ置く。アーヘン礼拝堂を選ぶなら進化前に影響範囲へ入れたい資源を決めます。完成後は高位聖職者1人を中へ入れるだけで周囲の町の人をまとめて典型できます。さらにアーヘン礼拝堂は全資源の納品種になります。だから建物の見た目ではなく食料、木、金のどこまでを一つの範囲へ収められるかで置きます。範囲から外れた町の人が増えたら高位聖職者を追加するか資源地の組み替えを考えます。神聖ローマ帝国の歩兵は暗黒で 5% 早く動きます。領主以降は移動速度が 10% 上がります。さらに領主から初期軍兵を出せます。ただし速い歩兵を1種類だけ増やせばよいわけではありません。敵の騎乗兵が資源地へ来るなら長槍兵で入り口を止める。敵の長槍兵が熱いなら弓兵を足して間を削る。装甲の水遠隔兵圧力をかけたいなら初期軍兵を前へ出す。上手では軍兵の役割がさらに明確になります。10メスは重装の相手の追加ダメージを6増やします。両手武器は基礎ダメージを2増やします。鼓舞された戦士を研究すると高位聖職者が軍へ装甲1とダメージ 15% を与えられます。経済を点検する時間と軍を強化する時間は同じではありません。戦う直前だけ軍へ寄せ、戦闘が終わったら経済か戦意物へ戻します。歩兵の速さは相性の悪い相手に残るためではなく有利な場所へ先に着くために使います。ここからは固有要素を一つずつ見ます。高位聖職者は時代1から使える支援ユニットです。序盤は町の人を点検し進化資源を早く集めます。上手以降は戦意物の回収、聖地の占領、天候も担当します。鼓舞された戦士があれば戦闘前の軍も強化できます。一体が経済、宗教、軍事の3役を持つため移動先を決めないと仕事は止まります。戦闘能力はなく体力も低いため軍の前へ出してはいけません。相手の騎兵が見えたら戦意物への直線ではなく歩兵と全処地の近くを通します。高位聖職者を生かすことが加速を次の資源へつなぐ条件です。ランツクネヒトは上司から使える欠勤節歩兵です。食料60、金100、育成 20.5 両、体力90、範囲近接攻撃で同じ場所に固まった兵へダメージを広げます。軍兵などの耐久兵に混ぜ前衛が止めた相手切り込みます。装甲がないため弓兵へ見つかった状態で戦闘を走らせるのは危険です。敵が散っているなら追い回さず狭い通路か前衛同士が止まる場所を選びます。ランツクネヒトは本体の代わりではなく密集を罰する派として少数を混ぜます。黒騎馬兵は帝王から使える重装遠隔火薬騎兵です。食料150、金150、育成35両、体力225で近接走行と射撃走行は4あります。近接兵距離を保って射撃し接近されたらフラコールで前を取り直します。移動できる遠隔火力なので歩兵本体の届きにくい側面も支えられます。ただし土兵には弱く正面で打ち合い続ける兵ではありません。さらに減産する砦1棟につき5体までという上限であります。強いから一気に量産するのではなく砦の数と金収入を見て加えます。アーヘン礼拝堂は領主神話のランドマークです。高位聖職者1人で広い経済範囲を点検し全資源の納品種にもなります。役割は高位聖職者の操作を減らし加速する経済を1箇所へ集めることです。資源が範囲から外れる配置では建物だけを選んでも強みを使い切れません。レグニッツ大聖堂は上司神話のランドマークです。修道所として機能し中へ入れた全ての聖遺物の金収入を 100% 増やします。役割は聖遺物争いへ先に投資し上司以降の金を歩兵や黒騎馬兵へ戻すことです。相手に聖遺物を抑えられる盤面では建てただけで収入は生まれません。
高位聖職者の安全な回収路まで用意して初めて選択が完成します。回収した生物はレグニッツ大聖堂だけ入れるものではありません。全処置と砦入れるとその建物を強化できます。走行、ダメージ、射程はそれぞれ 25% 上がります。視界も 20% 広がります。さらに繊維物を入れた建物は毎分80の金を生みます。安全な後方ならレグニッツ大聖堂で金収入を大きくする。守るべき通路や資源地があるなら前線の防御建物へ配る。町の中心の影響下にある建物は緊急修理も使えます。20秒間毎秒150の体力を回復します。ただし修理があるから孤立した建物を守れるとは限りません。歩兵が到着するまでの時間を作る能力として使えます。繊維物をどこへ置くかは金の最大値ではなく次の戦闘が起きる場所で決めます。量子進化はアーヘンレイハイドとマインベル普及の2択です。アーヘンレイハイドは高位聖職者1人で広い範囲を点検します。食料、木、金を範囲へまとめられる配置ほど操作と投資を減らせます。上位5試合では4試合がアーヘンレイハイドを選びました。これは唯一の正解という意味ではありません。マインベル普及はタイヤ状として機能します。技術を 50% 安く 50% 早く研究できます。さらに新生ローマティックの固有技術も持ちます。経済を広い範囲へ集められるならアーヘンレイハイド。早い軍事技術で歩兵の交換を先に有利にしたいならマインベル普及。進化ボタンを押す前に資源配置と最初の分を一緒に見てやります。上司進化は上ハフの宮殿とレグニッツ大聖堂の2択です。上ハフの宮殿は戦士育成所として機能します。歩兵を 400% 早く生産します。さらにここから出した歩兵の突撃ダメージを 50% 上げます。上司到達と同時に軍兵や乱つくね人を増やし前線の数を急ぐ選択です。ただし歩兵を作る食料と金は必要です。進化で資源を使い切ったままでは生産速度を活用できません。レグニッツ大聖堂は修道所として機能します。中へ入れた全ての繊維物の金収入を2倍にします。高位聖職者を先に配置し繊維物を確保できる盤面で力を発揮します。上司直後に歩兵の数が必要なら上白の宮殿。繊維物の道と回収薬を用意できるならレグニッツ大聖堂。ランドマークの性能だけでなく完成した瞬間に使える資源と一致でやります。帝王進化はシュバーベン級とレッツバッハ級の2択です。シュバーベン級は町の中心として機能します。町の人を 200% 早く 66% 安く生産します。建設費も 10% 安くなります。長い戦いで失った経済を戻すときや内政を急拡大するときにやります。エルツバッハ級は体力が 50% 多い砦です。影響下にある建物が受けるダメージを 25% 増やします。さらに黒騎馬兵8体分の生産上限を持ちます。守る場所を1つ決めそこから黒騎馬兵と歩兵を出したいときにやります。経済を作り直すならシュバーベン級。前線を固定し黒騎馬兵の上限も増やすならエルツバッハ級。帝王進化は失った経済と守りたい場所のどちらが重いかで決めます。ここからは現行パッチ11308の公開試合を見ます。上位3選手5試合です。マップは峡谷山、乾いたアラビア市、姫山市。標本は5勝ですが勝率や勝因の材料にはしません。5試合すべてで採掘賞、量子進化、戦士育成賞、長槍兵と強化を確認しました。採掘所の中央値は33秒、量子進化の中央値は4分19秒です。アーヘンレイハイドは5試合中4試合で中央値は4分12秒でした。戦士育成所は5分25秒、長槍兵は5分40秒、長槍兵の強化は6分29秒です。ここまでは序盤を守るための共通核として見られます。その後は初期軍兵が3試合、弓兵が2試合、騎乗兵が2試合でした。10分以内の上司進化は2試合だけで上ハフの宮殿とレグニッツ大聖堂が1試合ずつです。金採掘から領主、戦士育成所と長槍兵までは共通。その先は敵軍合わせた領主軍か盤面を見た早い上手へ分かれます。実戦では4つの順番で判断します。1つ目、高位聖職者が今誰を点検しているか。止まっているなら進化で最も不足する資源を動かします。アーヘンレイハイドなら範囲から外れた町の人が増えていないか見ます。2つ目、相手の最初の分は何か。騎乗兵なら長槍兵、長槍兵が熱いなら弓兵、遠隔の軽装兵へ前線を押すなら初期軍兵です。3つ目、上司進化へ急ぐか領主軍を足すか。上位5試合でも10分以内の上司は2試合だけでした。軍が足りないなら先に領主軍を完成させます。繊維物の道が開いているなら高位聖職者を配置して上司へ進みます。4つ目、回収した繊維物をどこへ入れるか。安全な収入なら F に大聖堂。次の戦闘地点なら全処置と砦です。高位聖職者、軍主、上主、繊維物の順に見ると選択肢を一度に抱えずに済みます。神聖ローマ帝国は加速した経済を軍へ変えられる時に強い分類です。反対に高位聖職者が倒されると経済、軍の強化、繊維物回収が同時に遅れます。前線へ連れて行く時ほど軍の城へ置きます。乱つくね人は弓兵に弱い欠近接歩兵です。
範囲攻撃を急いで戦闘へ脱しすぎないようにします。黒騎馬兵は土兵が苦手です。重装だからと正面へ止めず車線と前へを変えます。軍兵、ランツクネヒと黒騎馬兵は金を使います。上司進化と生物争いも同じ時間に金を必要とします。全て同時投資するとどの分も必要数に届きません。今は領主軍、次は上手、上司母は生物というように投資の順番を決めます。緊急修理は歩兵が来るまでの時間を作る能力です。孤立した建物を永遠と守る能力ではありません。加速を守り、金の使い道を一つずつ決めることが弱点への対策です。まとめます。神聖ローマ帝国は高位接触者から始まります。町の人を点検し、資源採集を 35% 早める。領主では長槍兵を安全確認、敵軍兵を出す。上主では歩兵生産か生物収入かを選ぶ。回収した生物は金か前線防御へ配る。帝王では経済を再建するか、要塞と黒騎馬兵で場所を取る。上位5試合の共通格は金採掘、領主、戦士育成将、長槍兵でした。しかしその先の分子と上主時刻は分かれています。覚えるべき完成オーダーは一つではありません。高位接触者が今どこで働き、増えた資源を次に何に使うか、この行き先を決め続ける文明が神聖ローマ帝国です。ここまで砦かの目でした。